はい、始まりました。今回は新しく、イクサランがやってくるということで、はい。はい、いや、このイクサランバカっぽいカードが非常に多くていいですね。今日はツイッターで予告したんですが、はい。こいつをやっていきます。究極のハイブリッド恐竜インドラプトルになります。なるほど。はい。これちなみにジュラシックパークわかんないですの何かだと思いますジュラシックパークの多分ワールドパークじゃなくて、新しいやつだと思いますね。見てねえって。見てないっす昔のやつは見たんですけどで、能力説明させていただいてよろしいですかね。はい。なんか変なマナなんですけど、赤1と緑黒の混成1と、無色1の3マナ、軽いですね。軽いですね。はい。で31で狂気 X、 またレアな能力つけてきた、ね、よくわかんないなんかこのターンに対戦相手が受けたダメージの数分11カウンターが乗った状態で場に出る、で威迫を持っていて、実は回避能力もついてる。はい、威迫持ってるで激光、はい、激光、恐竜ですからね。激光、そうですよね、恐竜なんで。激光っていうのはダメージを受けるたびに能力が誘圧するっていう能力で、誘圧する能力は受けるたび対戦相手を無作為に選びます。でそのプレイヤーがトークンでないクリーチャーを1体生贄に捧げない限り、これはそのプレイヤーにそのパワーに等しい点数のダメージを与える。はいはいはい。これトークンでないって書いてあるところが地味に偉い。偉いですね。だからトークンでないクリーチャーを1体サクるか、こいつのパワー分ダメージを食らわなきゃいけないという、最悪の2択を選ばなきゃいけない。なるほどね。はい。で能力説明しまして、まず最初に、浮かんだことがあるんですよ。イクサランということで、これイクサランじゃない、無法の猛竜というカードが浮かんだんですよ。まず、2マナの23のクリーチャーで、まずクリーチャー呪文が1コス軽減です。で他のクリーチャーが1体あなたのコントロール下で戦場に出るたび、こいつはそいつに2点のダメージを与えて、でダメージを与えられたらターン終了時まで2-0の出世を受ける。つまり自分のクリーチャーが場に出るたびにそいつに2点与えるっていうクリーチャーなんですけど、謎のデメリット能力、謎のデメリット能力でも一応クリーチャー1コス軽減なんで、で思ったのがハトバと、要は剣士トラ、で無限マナ行って、こいつ出してインドラプトルを相手が食らってる状態で出していけば、無限に出し入れすれば、こいつに激光がずっと発生するので無限ダメージやっていう、クリーチャー4枚コンボ、そう3枚コンボ、超絶弱えっていうね弱えっすで、これはツイッターでつぶやきましたが、このコンボは弱いですいやまずさ、無限マナ言ってんだから、勝てなかったら問題だし、だからその無限マナでもう一丁がクリーチャーだったらバリスタでいいじゃねえかということになってしまうと。しかもさ、猛竜先に出してたらハトバ死ぬんだよやばいっすねということで、これを言ってる人は海外でいなかったですし、このコンボは弱いですまずこのコンボを諦めました。そりゃそうでしょ今日はもう諦めたというところからこのデッキは考えられてます。でまずこのデッキに一番重要になってくるカードがあるんですが、いわゆる火山の榴弾、みたいな、3マナ2点オール、クリーチャーにも2点で、プレイヤーにも2点っていうような呪文が結構いっぱいありますよ。あります。でそういうので対戦相手にダメージを与えることによって、この狂気が誘圧しやすくなる、じゃないですか。 X がでかくなると。で出してもいいですし、もうこいつが出てる状態だった場合は、激光の方も誘圧しますよね。そうですね。パワータンスがもちろん上がってたらの話なんですが、さすがに31だと死んじゃうだけ死んじゃうだけなんでこんな状態で出さねえと出さないんで、でそういうカードがまず何枚か10枚ぐらいは入ると思いますめっちゃ入る。でも灼熱ゴール点みたいなカード、でグレン変血という、よくトーブラン系でご紹介するこのカードなんですけども、4マーのエンチャントで1マーで1点飛ばせる、1点でクリーチャーオールプレイヤーオールっていうエンチャントがあるんですけど、で場にクリーチャーがいなくなったらこのエンチャントがなくなるっていう
これがなんと今回2枚体制にできるということで黒が入ってるから元々のカードは国士病というカードがあるんですが、はい、そっちは黒1マナで同じことができるというカードで、この2枚が一点能動的にちょんちょんできるっていうカードとして入ってくると思います。かなり強いと思うこれはいいですよね。はい、はい、でその兼ね合いで全体火力、横揺れの地震みたいなカードあるじゃないですか、はい、同じようなカードでこのクラウスの石というカードを以前ティムさんにご紹介していただいたカードなんですけど、はい、グルール3マナ X でインスタントで逃走者をコントロールしていると両方選んでいいっていう2つのモードが選べるカードなんですけど、飛行を持たない各クリーチャーに X 点のダメージを与えるか、アーティファクトやエンチャントのうち最大 X 個を対象としてそれらを破壊する、両方選べるんでリッチャー X 個しながら飛行を持たないクリーチャーに X 点のダメージ、だからプレイヤーにはダメージいかないですけど、これかなりいいですね、噛み合いが、激高が誘発しますし、はい、こんなカードが入ってきます。で今言った兼ね合いで激高が誘発するじゃないですか、なんでマナクリを入れられません、マナクリを全部抜いてください。とりあえず1回自分で焼き払っちゃうこれ焼き払う側なんでマナクリは全部なくなります、はい、で、ハンモとか楽園の拡散みたいな、エンチャント、もしくは、マナファクト、もしくはランパン、この3つでランプしてきます、はい、でランプのカードで相性がいいカードになるんですけども、ボーラスの回覧者ドムリ、魂のドムリ、魂のドムリプレーンゾーカー僕の3マナのプレーンゾーカーでして、あなたがコントロールしてクリーチャーが10修正っていう錠剤の持ってまして、でプラス1で1マナ加えることができて、赤か緑、このターンクリーチャージも打ち消されない、で、マイナス2で格闘できるという、これかなりこのデッキ噛み合ってまして、全て噛み合ってる、ランプもできて10も修正できて格闘もできちゃうっていうしかもなんならスイープ呪文を打ってく都合上こいつ生き残るっていうおお、なるほどこいつ生き残りますよ今ちょっとちらっと出たんですが、除去は格闘がいいんじゃないかということで、インダラプトルと格闘して激高を誘発させちゃいましょうということで、格闘も除去を全部5枚くらい入れましょうかね入れちゃいましょうかね、はい、で今言った話だとどうやって勝つのか分かんないじゃないですか、で僕はちょっとふとひらめいたことがありまして、はい、このマナー混成マナーを見てて、こう緑と黒どっちでもいけるなと思ったんですね、でグルールで一回考えたんですよ、でラクドスで一回考えたんですねはい、はい、そしてじゃあ足しちゃえばいいじゃんっていう話になりましたジャンドなんだからそりゃそうだろうっていうでもその発想なかったなと思って自分の中でちょっとひらめきだったんですがということでグルールのぶん殴るプランと、ラクドスのライフを減らしていくプランを合体させたデッキになりました、このデッキは。なるほど。でまずさらにそこに赤タンをさしていきますとりあえずライフを削りまくります、はい、僕の大好きな、はい、でまず僕の魂のこの戦闘横の先入者から説明させていただきたいんですが、知らねえんだよなこいつは魂の顧問、はい、3マナ32でこいつがタップ状態になるたび各対戦相手に1点のダメージを与える、ということでまずこいつが32で攻撃しましたと、で1点ダメージ与えますということになりますよね。そうするとまずだから3点入ったとで通れば6点入りますよね、そうですね。なんとこいつが殴ったターンに6点与えて、でインタラプトをそのターンに出したら、6上がった状態で出てくるんですよ大丈夫かな、ブロックされてねえかなでも計算は一応合ってますよね。合ってますよね。だから一応そう3マナをクリーチャーっていうのは結構重要になってくるかもしれないということで、赤で言いますと例えばラエリアだったりとか、カードでもあると。はい。ラエリア、一応説明しますと、3マナ22速攻で攻撃するたびライブラリトップめくると。で、ライブラリアーターンを持ちからカード1枚追放するたび1時間乗っけるということで、殴ってってアドも取れるっていう。このカードとかが殴ってって、これ3点殴ってるだけで、で、こいつ3上がってる状態で出てくるだけでも結構強いですよ。結構強い。なんで、あと3マナの強力な厄介者お牛の厄介者どっちでしたっけいつも忘れるっていうねこいつとかね殴っていけばね、大変なことになりますよね。大体の場合において結構でかくなってるからね、でもさすがにチャンプすんじゃねえか通るとこあるかもしれないんで、結構上のタク想定してますんで、
通る想定で考えてますんで、はいはい、10点ぐらいくれてやると。はい。で、まあ、あとは割愛しますが、カーラックとか、極悪の二人組とか、豪華のタイタン、チャンドラの焼却者。なるほどね。はい。チャンドラの焼却者なんかやばいですよ。やばいね。で、まあまあ、要は赤のカードですね。まあ、これは入るんじゃないかなということで、はい。で、次、グルールのカードになるんですが、はい、この動画の前に多分ルールエクサーが公開されてると思いますんで、まあ、ルールエクサー入りますということで、そっちを見てください。はい、でドラゴンボーンの勇者入りますということで、そっちを見てください。このインダラプトルのでも5点以上は普通に出るという言わしますから、はい、このドラゴンボーンの勇者は5点ダメージ与えるというワンドローなんで、はい、インダラプトルでも全然言わするという、かなり相性がいいです。で、あとマナくらいのハイドラという緑だったらあるんですけども、ほとんど推しと一緒だ。厄介者推しとほぼ同じ能力、で、緑で強いカードって言いますと長老ガーガロスこいつはなぜ伝説じゃないのかっていう名前ついてるのに、こいつは5マナ66の警戒到達トランプ嘘でしょみたいな能力なんですが、コンバットするたびに33のビーストが出るか3点ライフを得るかカード1枚引く。パッティとしては最強クラスです。はい。まあこいつ入ってくると思います。はい。今度赤黒のカードに移っていくんですけども、赤黒はいいカード3マナで言いますとザンちゃん、3マナ55でこいつは相手の場に出ます。要は思想みたいな状態で殴ってからいけないです。あとおまけの能力はちょっとドローの能力ついてるんですが、これなんで入ってるか、これ自分のターンで消せないじゃないかってことなんですが、これ別にライフ削れれば何でもいいんで。で、あと赤黒で入ってくるカードと言いますオボシュ。はいはいはい。これが相棒で有名の。相棒にはちょっと難しい。無理ですね。5マナ35で奇数のパーマネントの発生源のダメージが2倍になると。ということは奇数ですね。奇数なんですね。3マナ駅結構多いんで、奇数のダメージが倍になるっていうのは結構強いんじゃないかなっていう。実はだから主要なクリーチャー3か5が多い。3か5は大体多いですよ。なんでかなりこいつは入れてもいいんじゃないかなということで、まあ、あとは黒で言いますと協調艦隊の後輩者3分の1番、3分の1番、はい、ライフの3分の1にするっていう、全員の3分の1にするじゃないですか。失うだった3分の1失うなんですよ。まあライフ減らせるんで、こいつを出した後にインタラプトルを出すとすごい最善出るけど、だから8マナかかるからあとまあ黒赤黒で入ってくるカードで言いますと傷の反射っていう、ライフ失った分そのターンを失うという、まあ、ダメージ2倍みたいなもんなんで、これまあ6マナと重いですけども、これは入るんじゃないかな、その兼ね合いで2倍エンチャ3倍エンチャのちょっと3倍エンチャは赤取り芯なんで、入れるのは回んなかったら考えた方がいいかもしれないですね。まあ2倍エンチャは入ると思いますんで、この双子芯の指図2倍エンチャではまあ一番いいのは2マナなんで一番こいつがいいんですよ実は。俊足だし。俊足だし。でまああとその2倍3倍関係で言いますと賛同されたジェスカ。ジェスカはクレイチャー1体対象として次のターンまで3倍なんで、こいつのダメージが3倍になったら、ちょっともうサクることしかできないですね。はい、やばいですよね。はい、一応他のやつ対象を取って3倍にしてもいいんで、ジェスカは相性はいいかもしれません。はい、という感じで、なんで今クリーチャー説明したかと言いますと、クリーチャーを並べて、展開して、殴って、そのダメージで狂気を誘発するという構成になってます。はい、そうです。はい。なんでクリーチャーが殴ってってこの狂気が誘発してるんで、パワーがとんでもないことになってる可能性があるんですね。6とか8とか。なんでパワー参照がめちゃくちゃ強いです。はい。そもそもさ、出してるクリーチャーのパワーもでけえし。でけえし、はい。それを上回ってさらにでけえのいる可能性あるし。そうですよね。なんでまあ多分リシカーの講義みたいなパワー参照のドローとか、ドローはパワー参照で、あとまあグレート返事、最近再録されましてお安くなってなかったんですけどびっくりしたんですけどグレート返事みたいなパワー参照のドロー、これね結構強いですよね。強いですね。はい、そういう感じでドローはしていきます。で黒の話をしますと、黒はサーチです。3、4枚バンドサーチ入れてください。タッチして添えるだけだと。はい、添えるだけです。で最後編集の話なんですが、黒でサーチ何してくるか、ほぼあんまなかったんですが
大体面で殴ってって勝とうっていう話なんですが、一応フィニッシュカードあった方がいいなということで、盗乱の大祭、これ何度か出てきてるんですが、この動画で6マーのエンチャントなんですけど、まずプレイヤーライフを得られません。で、各プレイヤーのアップキープの開始時にライフが半分になります。大丈夫かな。サーチしてそれ持ってきて出すって何マナの話してんの。だって何万の話してんですか何万の話してんですかじゃあこいつはちょっとおまけかもしれませんじゃあ持ってくるカードはこっちかもしれません。そしたら圧倒する暴走、これもよく出てくるんですが、このチャンネルで、5マーのソーサリーであなたをコントロールするクリーチャーはトランプルを得るとともに XX 修正を受けると、X はあなたがコントロールするクリーチャーの中のパワーの最大値に等しい。なんか結構パワーがでかいクリーチャーが並んでますんで、だいぶ6最低でもいってると思うんですよ。で 2,3 体いると思うんですね。でその 2,3 体いる状態で66修正のトランプルだったら1人1体ずついけば倒せるぐらいのダメージにはなってると思いますんで一応多分このカードで決まるんじゃないかなと思います。まあカジュアルだったらボードを持ってきたり、さっきからやっぱ入ってるカードのマナコストがまあいやカジュアルだったらですよ、カジュアルだったらボードを持ってきたり相談キャス持ってきたりっていう可能性もあるんですけども、上の卓だったら圧倒する暴走でワンチャン決まるんじゃないかなっていう感じになりますかね。あと、紹介し忘れました面白カード1枚だけ、燃えさし爪の使い魔ケディスっていうカードなんですが、2マナ11の伝説のクリーチャーでして、あなたがコントロールしている逃走者1体が対戦相手に戦闘ダメージですねを与える。戦闘ダメージです。大丈夫ですかこれ。いやでもこれ結構いいっすよ。戦闘ダメージ与えるたびそれは他各対戦相手に等しいダメージを与える。こいつ基本的にはパワー6か8とかなんで、そいつが殴っていくじゃないですか。で他の人にも8点6点いくわけですから、能動的に点数が削れるカードとして、結構有名なカードですね。2マナだしね、言うて2マナなんですよ。最初に出して、これ消し飛びますけど本当だ面白いカード後出しじゃなきゃダメじゃん。後出し面白いカードそんな感じで、一応今の構成でしたら7-8ぐらいで戦えますかね。7-8ぐらいにはね。一応海外ではあんまりまだ情報がない僕の完全オリジナルのこのデッキになってますんでよかったら、今回は組むかもしれません。なるほど。ちょっと楽しそう、僕好みの楽しそうな感じだったんで、よかったらやってみてくださいということで、他にもなんかカードこんなん入りますよっていうのありましたらコメントいただければと思います。今回の動画は以上になります。おしまい。